皆さんこんにちは。今回私は函館日帰り爆食旅をしてきました。群馬県の高崎市から出発したのですが、どれぐらいの滞在時間でどうやって遊べば爆食ができて楽しめたかっていうのを紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。まずは滞在時間をなるべく長くするために、朝一の飛行機で函館に行って最終便で帰ってきました。私が行った時は朝一エアドゥ便が4時10分羽田発、そして帰りが JAL 便で19時半に函館発でした。群馬から出て7時10分の羽田発の便に間に合うのかと思われがちですが、高崎から夜行バスが出ています。前橋を出発して高崎が3時半くらい、その後藤岡から羽田に行って羽田着だいたい5時20分くらいでした。エアドゥ便はボーディングブリッジのない、いわゆる駐機しているところまでバスで行く便でした。ただこれがね、空港の中、目の前で飛んでいく飛行機とかを見れて、とても面白かったです。朝早かったので寝ていたらいつの間にか函館空港に到着していました。空港の外に出たのは9時ちょっと前くらいです。ここからはバスで五稜郭に向かったのですが、9時7分に出る反時計回りのようなバスと時計回りの9時20分に出るバスがありました。私は9時20分の方の時計回りのバスの方がバス停の数が少なそうだったので、そっちに乗ってみたのですが、五稜郭駅付近で反時計回り9時7分に出発したバスを見かけてしまい、そちらの方が少し早かったようです。ただね、こっちもね、五稜郭のそのタワーの近く到着したのってその 2,3 分後くらいだったので、そんなに大きく変わらないのかなと。なので来たバスにそのまま乗れば良さそうです。そして朝ごはん、五稜郭のすぐ麓にあるラッキーピエロで食べていきます。ここのハンバーガーとても美味しくて、私は照り焼きバーガーとチャイニーズチキンバーガーの竹、松竹梅炒め、竹はね目玉焼きが入ってる、これちょっと見えないんですけど目玉焼きが入っていて、卵と肉なんで、鶏肉なんで親子丼みたいなハンバーガーです。こちらとても美味しかったです。もちろん照り焼きもとっても美味しかったです。ここでガラナを飲んで血糖値爆上げして五稜郭タワーに登りたいと思います。スカッと晴れたいい日で、私勘違いっていうかイメージ的には函館って10月半ばから雪もう降ってるって思ってたんですね。なのでこの街路樹とかこの五稜郭の周りとかが結構紅葉が残っていて驚きました。そんなに寒い場所ではないのかなってね。ガラナで血糖値爆上げしてきたんですけど、登るのはエレベーターです。5分くらい待ったかな。結構ね行列っていうか人が並んでいました。函館山も綺麗に見えて、この周りにイカがたくさんいるのかななんて思うと感慨深いし、とてもお腹が空いてきます。ハンバーガー食べたばっかりなのにね。五稜郭タワーの展望台は2階建てっていうんですかね、2フロアになってます。で、上のフロアのところには函館とかね、その周辺の歴史、今までのそのどういう歴史をたどってきたよっていうのの展示とかあります。この土方歳三さんの像もね、鬼の副長なんて言われていますけど、こういった戊辰戦争絡みのことも書かれています。その下の階にはお土産屋さんとか、軽食食べられるような飲食の店が、喫茶店みたいなところですねがあります。上の階から見ても下の階から見ても五稜郭しっかり見えてとても綺麗でした。このタワーの2階っていうんですかね、地上の2階の方には五島軒とかね、そういった飲食店だったり、あとお土産屋さんだったりがあります。タワーの上にもありましたが、下にも土方歳三さんの銅像があります。五稜郭タワーを降りたら横にある五稜郭に入っていきます。ここは
戊辰戦争最後の地なので、歴史が大好きな方にとってはとても魅力的な場所ではないでしょうか。私もね、その辺りの明治維新とかね、その辺りの歴史が好きだったりするので、こういったところに来るととてもワクワクします。そして今回来たのが11月の半ばくらい、まだ紅葉が残っていて、とても綺麗な景色を見ることができました。今まで暑い時期に涼みに行くとか、真冬の雪を楽しみに行くとかっていう方はいると思うんですけど、この時期おすすめです。私、前の年の7月真夏ですねにも函館に来てるんですけど、もっと人がわんさかいたと思います。朝ハンバーガー食べたので元気有り余ってるので、こういった階段もね登ってみたりすると、とてもいい景色に出会うことができました。こちらの方は武田綾三郎先生です。五稜郭の設計と建築をされた方です。顔の周りがテカテカしているのですが、これは綾三郎先生にあやかりたいと、皆さん顔の周りを触っていくのでテカテカしているそうです。五稜郭公園には五稜郭タワー側、いわゆる南側から入ったのですが、北側の門から出ていきます。これはご飯を食べに行きたいからです。五稜郭のお堀に沿って西側に歩いていくと、美味しそうな看板が見えてきます。寿司とか海鮮といったら安心安定の勘太郎です。11時開店のほぼ直後に入店しました。北海道の海鮮のお店、佇まいがやっぱり一味違いますね。そしてタッチパネルで注文できるからこそ、たくさん注文しちゃってたくさん食べてきました。すべてのネタが美味しかったです。勘太郎から南に歩いたところにある中央図書館前というバス停、そこからバスに乗って函館駅に向かいます。とてもヒグマが出そうなところがすぐ裏にあるのですが、大丈夫でしょうか。函館駅前に到着しました。私が日本で一番美味しいと思っている函館のラーメン屋さんに向かいました。ただここで残念なことが、お目当てのお店が営業していませんでした。飲み屋街だからね、朝からやってないのかななんて思ってね、看板見てみたら定休日は火曜日、営業は10時半からなのでやってるはずだったんですけどね、残念でした。私の口の中はもう塩ラーメン食べたくてしょうがないということで、少し戻ったところにあるラーメン屋さんに行きました。ここでもね塩ラーメンがあって、この塩ラーメンやっぱり美味しい。函館の塩ラーメンは最高です。とても美味しかったです。朝からハンバーガーに寿司にラーメンとたくさん食べたので、函館山のふもとを歩いて消費しようと思います。まずは路面電車に乗って向かっていきます。こういったところでね、信号待ちをしている時に路面電車が行っちゃうんですよね。残念でした。まず私が来たのは十字街駅です。ここから少し歩いたところに日本一古い〇〇があります。こんな街中に何があるのって思われがちなんですけど、ここの正面に見えているこの四角い電柱、これが日本最古のコンクリート電柱です。大正12年からここにあるそうです。すごいですよね。やっぱりこのレトロな感じたまりません。見てるだけで面白いです。このコンクリート電柱があるところから南の方に歩いていくと、まちづくりセンターという建物があります。ここにも古い歴史のあるものがあります。建物自体も外観がとてもレトロな感じで古く見えます。実際古いのかどうかはよく分かりません。で、ここにあるのは東北よりも北側で一番古いエレベーターです。こちらのエレベーターはこのまちづくりセンターの係の方に声をかけると、なんと乗ることができます。
このエレベーターは手動式のエレベーターというそうです。私の世代だと百貨店に行ってもボタンを押していろんな階を選択していますが、この昔ながらの手動エレベーターはエレベーターガールという方がいて、エレベーターの中でその階になったところまで動かしたり止めたりというのを操作していたようです。このフェンスっていうんですかね、このフェンスの前でこう動いていくわけですね。階がどこの階だよみたいなのがすごく珍しいです。この内扉っていうのがないんですかね。今のエレベーターとは違いました。とても面白かったです。そしてこのエレベーター、どこでも動かしたり止めたりすることができるので、そのフロアとエレベーターのこの中の段差っていうんですかねは、そのエレベーターガールの腕次第となっていたそうです。そして外のボタンもあって、これは音が鳴ってどの階に人がいるよっていうランプがつくだけであって、このボタンを押したからといってエレベーターが来るわけではないようです。とても貴重な経験をすることができました。東北より北で一番古いエレベーターを楽しみました。エレベーターで上下しただけなので、なんとカロリーを消費していません。ということで、ここからは坂を登ってもう少しね、函館山のこの上の方に近づいていきたいと思います。この坂、徒歩で登ったんですけど、結構坂急でしたね。見てください。この断面っていうんですかね、横から見るとこんなに傾斜があります。これ歩くだけで結構大変です。寒かったんですけど、これ歩いて登ってきただけで十分汗をかきました。そしてこの坂を登った先には函館ロープウェイがあります。乗り場まで着きました。どうしようかなと思ったけど、今回は五稜郭タワーに登ったので、こちらの函館山には登りませんでした。なのでロープウェイには乗っていません。このロープウェイ乗り場の近くには函館水道発祥の地があります。ここからロープウェイがどのように上がっていくか、そして頂上にいる函館山の頂上にいるロープウェイがどのように下がってくるか見ることができます。とてもダイナミックです。こんなに近くでロープウェイが動くとこを見られるっていうのがすごい場所です。私は何回も函館山の山頂に行っているので、今回はロープウェイに乗りませんでしたが、行ったことない方はぜひ行ってみてください。とてもおすすめです。そして夜景がね、100万ドルって言って有名ですけど、夜景じゃなくて昼見る山頂からの景色もとても綺麗です。特に今回のように紅葉のシーズンであれば、なお綺麗な景色が見られたかもしれません。この水道発祥の地があるところもレンガの建物とか、このレトロな感じ、とても綺麗でした。ここから先は少し下って路面がブロックになっている道を歩いていきます。この通りずっとまっすぐ一本道になっており、伝統的建造物群保存地区があります。坂があって教会があって古い街並みを見ることができる。さらには海の近くなので、群馬では絶対に見られないような景色だと思いました。歩いてるだけでも楽しいし、朝からたくさん食べてきた私にとってはカロリー消費になるので、とてもいい場所だなと、一石二鳥な場所だなと思いました。見た目が綺麗だし、写真映えもするから、一石三鳥でも四鳥でもなるような、そんな場所だとも思いました。この建物にはイカスミソフトクリームなるものが売ってるらしいんですけど、残念ながら冬季は休業中のようです。また4月以降に来たら食べてみたいと思います。どんな味なんでしょうね。イカスミのソフトクリーム、とても気になります。伝統的建造物群保存地区などを見ながらのんびり散歩していたら、元町公園に到着しました。函館の中心はここだと私は思っております。函館奉行所は
もともとはここにありました。今は復元された建物が五稜郭にありますが、こちらが先です。少し小高い場所にあるので海なども見下ろせるし、とても綺麗な街並みを見ることができます。これだけ綺麗に見れて無料っていうのはすごいなと思います。この公園の上には旧公会堂があり、中を見ることができます。門から入っていくと意外と気づかないのですが、庭の隅っこにウェルカムトゥ函館の看板があります。これは見逃さないようにしましょう。中の家具とか建物の作り方っていうんですかね、建具とかを見るととても細かいところまでしっかり作られており、すごく綺麗です。そしてレトロです。こういったテーブルとかでお紅茶を飲みたくなってしまいます。こういった廊下ですかねっていうのもとても綺麗です。彫刻がしっかりされています。ガラスは1枚だけなんで冬は少し寒かったかもしれません。そしてこの赤いカーペットが敷かれたお階段、私が歩いたら残念ながらきしみ音がしました。古いからなのか、それとも重いからなのか。ご寝室なんていう場所もあってね、とても内装が豪華、本当に豪華です。彫刻もそうだし、このシャンデリアっていうんですかね、照明がかかってるこの円のところとかね、壁紙とかもすごいこだわりが感じられました。あとこの大ホール見てください。もう社交ダンスしたくなるようなとてもリッチなものでした。こういった壁の模様ってどうやって作ってるんですかね。漆喰なんですかね。ちょっとわからなかったですけど、とても綺麗でした。そしてこの建物の一番の見どころ、それは何といってもこのベランダから見える景色です。とてもすごい。遠くの山の上にも雪っぽさはあまりなかったので、もしかしたら私が行ったこの後に雪が降ったのかもしれません。なんせとても綺麗な景色でした。公会堂を後にしてこのままさらに歩いていきます。そしてここで私気づいたんですけど、ノイズがあるなと。ミラーレスで動画を撮ってるんですけど、まさかのオートクリーニングがオフになっていました。センサークリーニングですね。なのでここでレンズを見て、なんかホコリっぽいものあるし驚きました。ここからはノイズなしの映像です。とても残念なことしました。後で見返した時に全てにノイズが乗ってました。そしてここが私が好きな直線です。ずっとまっすぐに見えて、止まれ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 っていう止まれの看板があって、その先に海が見える。ここ私大好きです。あとこの函館、やっぱり坂が有名で、坂一つ一つに名前がついていて、坂の名前が分かるようにポールが立っています。八幡坂が有名なんですけど、他の坂もとても綺麗です。そしてまだまだこの道をまっすぐ歩いていきます。壁が紅葉に侵食されたこの建物、廃校か何かなのかななんて思いました。ちょっと何の建物かわからなかったんですけど、この建物の向かい側にお寺があります。正明寺さんですね。ここには土方歳三と他の新選組の方たちの供養碑があります。お墓なんで映像は映してないんですけど、この現在地っていうところからなんとなくこの辺りにあるんだなっていうのをイメージしていただければと思います。お寺さんに寄ったら坂を下って函館ドック前駅まで行きます。函館ドック前駅に着きました。この駅の前にある公園なんですけど、なぜか新選組最後の地の碑があります。何の変哲もない公園なんですけど、この近くに
新選組が守備をしたっていう弁天台場というのが近くにあって、そのためここに石碑があるようです。ここで電車には乗らずに西の方に歩いていきます。金木水産食品という場所があり、ここでお土産を買っていきます。ここの昆布の佃煮っていうんですかね、その昆布のあれがとても美味しいです。他にもね、なかなか買えないニシンの干物とかね、そういったものも売ってます。冷凍なんですけどね、とても美味しいです。関東だとニシンって大体磨きニシンになるじゃないですか。あれもね、焼くと脂乗ってて美味しいんですけど、磨きじゃない普通の干しただけのニシンっていうのがとても美味しいです。ぜひ味噌をつけて食べてみてください。お土産を買った後は函館駅に向かったのですが、少し手前で降りました。というのがですね、今回まだ重要な食べ物を食べてない。そうです、ソフトクリームです。こちらのお店、ソフトクリームではなくジェラートなんですけど、とても美味しそうだったので食べていきました。なんとダブルサイズ、とても美味しかったです。そしてこの隣のお店にはなぜか寿司三昧の社長の像がありました。駅の方にさらに歩いていくとどんぶり横丁があります。毎回ね、ホテルとかに泊まった時とか昼前ぐらいにいつも食べに来るんですけど、今回はちょっと時間が中途半端だったのでお店はやっていませんでした。函館駅に到着しました。ここでバスの時間をさらっと見たら自分用のお土産を買いに行きます。今回の旅行は爆食旅だったんですけど、もう一つ目的がありまして、どうしても欲しいものがありました。私が来たのは駅の近くのマックスバリュー。ここで函館牛乳を購入です。家の冷蔵庫もうこんな感じ。函館牛乳日本一美味しいと思います。実際飲んで美味しかったです。函館に来てハンバーガー食べて、海鮮食べて、ラーメン食べて、ソフトクリーム食べて、あと残ると言ったらもう一つ食べていないものがあります。ここからはそれを食べに行きます。ジンギスカン、羊の家、最高の名前ですね。羊の家なんてもう羊食べてくれって言ってるもんですからね。そしてここで一人で爆食です。なかなかね、一人焼肉ってしづらいんですけど、こちらのお店、壁に向かって2人用の席がありまして、そこを一人で使わせていただけるので、恥ずかしくもなくじゃんじゃん肉を焼いて食べることができます。とても美味しいです。もうね、箸止まらないです。路面電車を見ながらジンギスカンを食べる、函館っぽくてとても良かったです。美味しかったです。ジンギスカンもお腹いっぱい食べられたので、これで心置きなく函館空港に向かうことができます。函館空港までは函館駅からバスが出ています。私が乗った時は30分はかかってないと思います。ただ交通状況でね、前後すると思いますので、飛行機の時間に余裕を持って移動する方が良いと思います。空港に着いてふと気づきました。飲んでいないものがあると。そう、コーヒーです。このみすゞコーヒー有名らしくてとても美味しいらしいです。ということでコーヒーを飲んでいきます。そしてなぜだかわからないけど、コーヒーの横にあるシュークリーム、知らないうちに注文していたようです。コーヒーはとても美味しかったです。で、香りがね、いいですね。シュークリームもね、とても美味しかったです。これね、食べ方が難しくてフォーク1本で頑張ってたんですけど、ダメでナイフも使わせていただきました。ただね、ちょっとぐちゃぐちゃになってしまって、不器用な人間が食べてるっていうよりも器用なゴリラが食べてるみたいな、そんな感じになってしまいました。ということで一日爆食をしながらとても楽しい日を過ごすことができました。帰りのJAL便です。私クラス J を予約してたんですけど、座った席がどえらいリッチな席で、これ調べてみたら機材変更があったらしくて、国際線のビジネスクラスだったようです。
すごいんですよね。足は伸ばせるし、後ろの方に迷惑かけることなくシートを倒せるっていうか、もうほぼフラットな状態まで倒すことができます。モニターは使えなかったんですけど、全然こうやっていろいろ楽しんでるうちに到着してしまったんで、モニターを見ることはありませんでした。そしてこのテーブルを見てください。少しね遠いんですよね。コーヒーいただいた時に、こんなテーブル遠くてどうするのなんて思ってたんですけど、テーブルね手前の方に引っ張ってこれ稼働するんですよね。こういったね細かい気配りができる設計っていうんですかね、こういったところもさすがだなと思いました。羽田に着いて東京駅に移動してきて、東京駅を22時8分に出発するあさまにの新幹線に乗ることができました。夜っていうか朝ですかね、2時半くらいに家を出て、高崎駅にまた着いたのが12時くらい、ほぼ22時間の短時間旅行でしたけど、とても満足することができました。楽しかったです。今回の動画はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。函館弾丸旅行きたくなった方はチャンネル登録、コメント、いいねよろしくお願いします。